も大学です。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 iPad Air 4がですね、新しく登場しましたので、発売待って買うべきかだったりですね、それとも新型の iPad 第8世代買うべきか、こちらについてお話ししたいと思います。A14 バイオニックチップね、性能のベンチマークとかも出てきましたので、Air 4とね、プロどっちがね、性能いいんだよみたいなところもね、ちょっとお話できればと思います。iPad Pro に関してもね、なんか出るんですかみたいな結構ね、聞かれたりするので、そちらも簡単にね、話したいと思います。最後の方にね、ちょっと結論として、こういう感じでiPad Air 4をね、こういう選び方で買えばいいんじゃないかなっていうのをお話ししてるので、最後ね、見ていただければ幸いです。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたですね、リーク情報の分かりやすい解説だったりですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的に上げてますので、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシー高めていければと思っておりますので、チャンネル登録まだしてない方、チャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録して最新情報をね、受け取っていただければと思います。ということで本題に入っていくんですけども、iPad Air 4がね、10月に発売っていうことで、発売ね、いつ頃になるのかっていうね、話なんですけども、どうしてね、まだ注文できない状態なのかっていうとですね、一番大きな要因としてはやっぱり新しい搭載される A14 バイオニックチップが、関係してると、一番のね、要因かなっていうところで、要するにこの A14 バイオニックチップがですね、次期の iPhone 12に、搭載、おそらくされると。例えば今 iPad Air 4ですね、発売してしまうとですね、チップっていうのは基本的に同じなので、要するに iPhone 12の性能をもう世にさらしてるとか、もう競合にさらしてるのと、同じなので、秘密主義のね、Apple がそういうことはしないかなっていう。iPad Air 4の発売自体は、iPhone 12が発売されてから、その後になるんじゃないかと、思っております。iPhone 12が今のところ多分10月、14日に発表ですね、日本時間の。午前2時に発表される。で、その、1週間後に iPhone 発売で、その後ぐらいにね、なるんじゃないかと。10月終わりとかにね、iPad Air 4がね、発売されるんじゃないかと、個人的には思ってます。問題はやっぱりそれまでじゃあ iPad Air 4をね、待つべきなのかっていうね、ところなんですけども、どうしてかっていうとですね、発売された iPad 8ですね、第8世代の、コストパフォーマンスがね、非常にいいんで、今それじゃあ買った方がいいんですかねみたいな、そういう疑問がね、そういうコメントとかもあったりする。またその Air 4に2万円多く出せば、iPad Pro を購入できてしまうっていうところもあるんで、なんでやっぱ iPad Pro ね、今やっぱ買った方がいいんですかねっていう迷われる方だったりですね、もっと言えばその2018年モデルの iPad Pro だと、さらに安く買えたりするんで、それがある意味一番コスパいいかもしれないんですけど、どのタブレットをね、欲しいにしろ、ちょっとできるだけよりよくね、選択ができるようにちょっとお手伝いできればと思います。ある程度のパフォーマンスとか、性能ですね、コストパフォーマンスよく、長く使い方であれば、ほんと 10.2 インチのね、この iPad 8は本当万人にお勧めできるかなというところで、日々の作業とかだったりですね、アプリでちょっとゲームしたりとか、基本的な画像とかですね、動画編集とかは、もう十分ね、搭載されている A12 バイオニックチップでね、もう十分にね、快適にできるんで、ただスマートコネクターっていうのをね、搭載してるんで、キーボードとかね、つけて使えたりもできますと。純正のね、ものもいいんですけども、トラックパッドついたものとか、おすすめでですね、例えばロジテックさんのロジテックコンボとかですね、純正キーボードと同じぐらいの値段で、トラックパッドもついて使えるので、こちら結構ね、おすすめかなっていうところですね。また結構ね、Amazon とか探してみると、4、4、5000円ぐらいでですね、トラックパッドついたキーボードあるんで、一応概要欄の方にね、貼っておきますけども、簡単に今結構在宅ワークとかでね、パソコン代わりにね、iPad がサクッと使えたりするので、結構ね、これおすすめかなっていうところです。欠点というのもありまして、主なやっぱ欠点としては、ホームボタンの、タッチ ID がついてですね、結構やっぱベゼルの太い、幅の太いね、昔のデザインっていう、ところだったり、ラミネートコーティングっていうのがないので、いわゆる画面がね、反射してちょっと見づらいみたいなこともあったりするんですね。色の表現域とかね、光色域とか言うんですけども、そういうのもちょっと狭かったりするので、表現とかはちょっとどうしても、画面のね、質っていうのはちょっと下がったりはすると。iPad Air 4の方ではですね、基本的に画面のところが改善されて、ほぼやっぱ iPad Pro、11インチに近いですね、角の丸い現代的な、デザインというか、大画面デザインに、変わってますと。また、ホームボタンっていうのね、廃止されて、その間、新しく、タッチ ID っていうのは電源ボタンにね、内蔵されたものになりました。デザインとかもね、もうほぼやっぱ iPad Pro 11インチと一緒で、違いとしては結構カラフルなね、カラーが選べるようになってます。31,800円ってね、ちょっと高めではあるんですけども、マジックキーボードの方にね、対応してますので、ラップトップスタイルみたいな感じでね、MacBook にちょっと近いような感じで使えたりとかですね、Apple Pencil 第2世代っていうのも対応しているので、側面に磁石でペンをね、くっつけて持ち運べたりとか、つけるとね、自動的にペアリングだったりですね、充電もしてくれるので、また、Air も今回から USB Type-C に対応したので、例えばカメラとね、接続して、画像を転送したりとかですね、外部ディスプレイに接続して使ったりですね、外部ストレージに挿して、容量をちょっと拡張したりとか、
SSD ですね。そういったするのも可能になったと。あと上下にそのワイドストレオスピーカーっていうのもついたので、両方からね、やっぱ音楽が聞こえたりするので、やっぱ、映画を見たりとかね、そのゲーム体験とかも結構ね、いいかなと。iPad 8の場合だと下からしかね、音が出ないんで、カメラとかに関しては、iPad Pro とね、基本同じ、広角カメラついてますので、綺麗に撮影できたりとか、動画の手ブレ補正とかも iPhone と、同じもの入ってるんで、撮影とかも十分かなっていうところですね。Wi-Fi 接続っていうのもね、プロと同じ感じで Wi-Fi 6への、対応してるんでね、これも嬉しいかなって。で、もちろんこの Air 4にはですね、新しくその A14 バイオニックチップ搭載されてますと。こちらに関してはそのベンチマークとかですね、情報がね、結構出てきてますので、もちろん解説しますが、ちょっとその前に iPad Air 4と、さっき言った iPad 第8世代の、違いっていうのをね、サクッと見ていきたいと思います。iPad Air 4は、iPad Pro のようなね、さっきその現代的な、大画面のデザインと、カラーとか、いろいろな機能がありながら、64GB 容量にはなるんですけども、iPad Pro よりも、22,000円安いと価格になってるので、選択肢としては、非常にいいかなと。その一方で iPad 8の方はですね、10.2 インチの、そのさっき言ったベゼルですね。縁が、太い、ちょっと昔のデザインではあるんですけども、Air 4よりも、その3万円安くね、買えますので、34,800円税別からになるので、コストパフォーマンスは非常にやっぱね、高いかなっていうところですね。なんでそのフルフルデザインとかが別に気にならないのであれば、全然 iPad 8で、僕はいいかなと。続いて、iPad Air 4と iPad Pro の、違いについてなんですけども、要するに Air の方では、いくつかですね、iPad Pro には搭載されている機能が、省かれているっていう。ところですね。で、その前にですね、A14 チップの性能ですね、ベンチマークスコアっていうのが出てきたので、そこへと確認してから違いを解説したいと思います。まず A14 バイオニックチップは最新のね、5ナノメーターチップになってまして、TSMC 製ですね、台湾の企業なんですけども、Apple シリコンチップとかね、ここが作ってます。118億個のトランジスタが入ってます。7ナノメーターですね、チップが主流だったんですけども、5ナノメーターになったので、要するにこれ大きさの単位なんですけど、要するにチップの大きさがちっちゃくなるということですね。はい。何が変わるかっていうと、その大きさがちっちゃくなったんで、同じスペースにやっぱたくさん詰め込めるわけですね。なのでやっぱパフォーマンスの性能アップとか、電源効率がね、結構上がったりしますと。CPU に関しては、40% アップ、GPU に関しては、画像処理とかのところですね。30% 速くなったと。これ比較対象が、A12 バイオニックチップと比べてですね、A13 じゃないです。iPhone XS とかですね、さっき言った iPad 8、第8世代に搭載されているものと比べて 40%、30% アップというところですね。またこちらのギークベンチのスコアですね。こちらも出てきたんですけども、ギークベンチのスコアっていうのはですね、性能を数値でね、測れるソフトがあって、そちらでね、計測したのが、リークされてまして、シングルスコアでいう、単純なね、作業のところで言うと、1583、マルチコアですね。かかるような作業の時が、4198ということで、これね、シングルスコアに関しては Air 4がですね、iPad Pro よりも、高いスコアが、出てますね。なかなかね、やっぱ潜在力あるのかな、これ。ただ、マルチコアに関しては、やっぱりその2018年のプロとかにも、劣ってる感じではあるんですけども、正直こんだけあればね、動画編集とかも VR とか AR 関連とか、ゲームとかも全然十分ね、動く性能かと思いますね。また、新たに、A14 バイオニックの、GPU ですね。メタルの方のスコアが出てきまして、こちらが、12,571ですね。ただね、こっちに関しては iPad Pro をね、上回っちゃってるって感じですね。Air 4の方が。ちょっとどうなってんだよって感じなんですけども、結局ね、じゃあ Air 4と Pro どっちが性能高いんですかっていうところでいう、基本的にはちょっと互角かなっていう感じですね。これ見る限り。はい。しかも場合によっては Air 4の方が、iPad Pro より早く動くっていうこともある。じゃないかと思ってます。ただやっぱ結構高負荷なね、重いね、作業の時ですね。例えばその動画の書き出しとか、レンダリングとかですね、3D の編集とか、結構そういう重めの作業に関しては、動画編集とかに関しては、やっぱプロの方がね、マルチコアがちょっとやっぱ、ちょっと差があるんで、プロが多いと思い、プロが、性能いいと思います。早いと思いますけども、ここだけ見るともう、なんかその Air 4とプロはもうなんかほぼ変わんない感じですね、これ見ると。ちなみに、A14 バイオニックの Antutu スコアっていうのも、実はありまして、こっちはそのスマートフォンの方なんですけども、これ iPhone 12 Pro Max ですね。こっちが57万点ほどになってます。はい。ここはちょっと期待外れな感じになってまして、どうしてかというと、Android ですね、スナップドラゴンで、今一応出てる最大のが865プラスってやつがあるんですけども、これがね、もう60万点ぐらい出してるんですね。例えば Galaxy Note 20とか、Note 20 Ultra とか、あたり、もうね、もう発売されてるモデルにちょっと負けちゃってるっていうのは、ちょっと残念な感じではあるんですけども、でちょっとまだ出てないんでね、なんとも言えませんが、多分それぐらいになると。Air とね、iPad Air 4と、Pro の違いっていうところなんですけども、一番は、120Hz のね、このプロモーションディスプレイっていうところに、対応してるかどうかっていうところで、ついにこれは、1秒、パラパラ漫画
でね、例えると分かりやすいんですけど、1秒間にその120個もあるのか、60Hz だと1秒間に60個も、60枚ですね。120パラパラか60パラパラが、これ結構ね、目で見るとね、結構変わるんですけども、そこら辺を日々のウェブサイト見たりとか、やっぱゲームとかね、プレイしてる時に分かると思います。これは。Air 4に関してやっぱその 60Hz に、ね、固定なので、別に iPad 別に8とかと同じになっちゃうねっていうところですね。でもやっぱ Apple Pencil の書き心地とかですね、その遅延とかもやっぱ 120Hz の方が滑らかに書けたり、するので、そこら辺はプロの魅力ではありますね。あとスピーカーとかもプロが、4つついてるので、4つついてたりするし、あとカメラも一応超広角レンズっていうのと、ライダースキャナーがプロにはついてるので、AR とかはそっちが楽しめるかなっていうと。もう一個大きな違いとしては、やっぱプロはその Face ID が、搭載されてるっていうところですかね。どの方向からね、こう向けても、顔認証できるっていうのは結構便利だったりしますし、僕はそのタブレットに関しては、Face ID の方が便利かなと思ってまして、スマホとかだとね、やっぱ外でね、こうマスクつけて使う機会が多いんで、邪魔になる時とかあるんですけども、タブレット、僕の場合はそのあんまり家でね、使うタイプなんで、外で使う人はHRD がいいかもしれないですけど、そこら辺の違いはあるかな。はい。あとベースの容量っていうのも、プロの方が128ギガからなんで、エアーのね、倍あるんで、余裕あるんであればやっぱエアーに比べてですね、iPad Air と比べて、その2万円上乗せして、その価値はね、全然結構あるんじゃないかと思ってます。256ギガと比べて5000円ぐらいの差しかないので、逆にその Air 4を買う場合とかであれば、今言ったようなそのプロだけに搭載されてる機能ですね。そこになんか別に、なんか俺いらねえよ、使わねえや、私使わないみたいな。魅力を感じないんであれば、全然 Air 4でね、いいというか、そっちを選ぶべきなんじゃないかなと思います。ただその iPad Pro はね、一応新型が出るっていう噂もあったりするんですが、リークとか見てると、早いとね、その11月とかにわかんないけど、Apple Silicon と一緒に、Apple Silicon の Mac と一緒にね、iPad Pro が出るとか、あったりするんですけども、年内は結構ね、確率低いんじゃないかなと思ってます。どうしてかっていうと、この iPad Pro 3月にね、発売されたばかりなんで、おそらく来年の2021年の第一四半期ですね。おそらく2月とか3月とか、あたりになるんじゃないかと思ってます。ただ来年の場合、ミニ LED の搭載とか、コスト上がったりとか、今、その Air 4との価格差がね、ほぼないような状態なので、おそらく値段上がるようなね、僕は気がしてます、プロが。はい。なんで、今正直別に今プロ買ってもね、いいのかなって気はしてますね。はい。でも待てるんであれば、一応3月まで待った方がいいのかな。そしての方が、価格は今のね、現行のやつは下がると思うんで、一応最後の結論として、iPad Air 4待つべき人っていうのは、こういう人かなっていうところで、iPad 8に関して、そのデザインとか、その画面とかですね、そういうものが時代遅れでやっぱ嫌だなとか、あとライトニング搭載なので、ライトニングちょっと使いたくないとか、僕もライトニング好きじゃないんですけど、やっぱペンシルのね、やっぱ第一世代のみの対応なので、新しい、第二世代の方がいいな、ペンシル使うんでみたいな。っていう人なんでやっぱ iPad 8は違うかなっていうところ。ただ iPad 8は違うんだけど、その iPad にじゃあ8万9万出してその iPad Pro 別に欲しいかって言ったら別にそこまでじゃないみたいな。そういう、そこの間の人ですね。そういう人は、iPad Air 4をね、選ぶべきなんじゃないかと。思ってます。なんでそういった方はね、ちょっと10月までですね、発売まで、待つべきかなと思っております。あとやっぱ新色とかも出るんでね、新しいね、そういう新しい色、変わった色をね、使いたいとか、そういうことがいいんじゃないですかね。発売とかですね、また新情報ありましたら、動画上げていきますので、チャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いいたします。ただ、グッドボタンとかですね、通知メールもね、押していただくと、最新情報のですね、通知が届くようになるので、受け取りやすくなると思います。で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。